テグランドでジョンです。今回はナビ vs ITP チームというところのね、対戦になります。14の頃も結構強かったチームですね。かなり強いですね。で、BO2 の対戦になっております。キャスマックゲーミングカップっていうね、ところのね、ウォームアップトーナメントの方だったかなのセミファイナルになっておりまして、準決勝ですね。逆サイドの準決勝の方はトライブとクラッシュチャンプスだったかな。まあ、順当に強いところが勝ち上がってきてるなというところで、こちらサイドはナビと X チーム、ITP チームというところね。X チームって読んじゃうよ、これどうしても。というわけでね、早速やっていきたいと思います。はい、というわけで早速やっていきましょう。先行は対戦相手の方からクイヒーラバル。レイジ5枚型で、フリーズ、インビジブル2枚ずつ、2枚1枚というところでね、サポート系の呪文の枠数が少なくなってる分、レイジの枚数が多いという編成になってます。対空砲のところ、ヒーラーがまだ出せないので、序盤は出さずにやりつつ、ここホーミングチェックで2枚回収できたの強いですね。ベビドラカットも入れつつ、ウッドランチャーですね。ランチャー型のラバルは、クイラバはね、14の頃からかなりやってるなって印象でしたね。リクオデン型のクイラバが多いクランだったんですけど、さあどうでしょうか。ここはホーミングチェックのバルーン2発目入れつつ、ロケバルでアーチャータワーをカットにしましたね。イエティじゃなくて、ロケバルにしたのなんでなんだろうね。カットできるのに。さあ、ここ。やはりリクオデンでやっていきますね。キングに対してキング当てつつ、ウッドランチャーも少しだけ時間を作って、フィスト伸ばしの。クイヒーの方もね、火力の高くなってくるところ、まあ、おでん像のみというところで、一旦ここは、できつつ、レイジを置いて、さあ、ウッドランチャー飛ばしつつ、ロイヤルチャンピオンも入っていって、トームのタイミングだけを見定めているような状況。これ難しいね。さあ、クイーンの方は、見てたら黒く吐くような展開になってしまいましたね。さあ、サイドカットも行っていって、クイーンの方をタウンホールまで誘導していきたいという流れ。さあ、ウッドランチャーかなりこれは削ってくれまして、モノリスの方にユニット誘導できてますね。いや、これ強いな。シングルインフェルノにここは、フリーズではなくてインビジブルから入っていって、キングまだ残りつつ、ウォーデンもこれ合流できそうですね。対地クロスのタゲ取れてるのがでかくて、このままストライカー投げれちゃいますね。さあ、レイジをラバルの方に打っていく。さあ、フリーズかけていって、ちょっとロイちゃんの方のね、ストライカーの方が巨爆とかで死んでしまったんですけど、キングが届いていきました。そしてぐるっと回していっての全開。これは強い。いや、この一本でね、相手のね、レベルの高さがわかるようなアタックだったんじゃないかなと思うんですけど、いや、強いな。対策陣で行くのかな、今日は。さあ、ガク。クイヒドラですね。リターンの呪文が入ってないというところで、結構この編成するときにはね、リターンの呪文を使っての、クイヒで両サイド削っていくみたいなスタイルが多かったんですが、シンプルなクイヒドラですね。対戦相手の方が結構3番レベルなんですけど、アーチャータワーも大砲も上がってないっていうところでね、14の頃からなんかちょっと防衛施設低い相手だったんだよな。上がってなくてもね、脅威になるのがタウンホール15というタウンホール帯。さあ、シューターとクイヒで両サイドカットして中心をドラゴン通していこうという形ですかね。さあ、ここはフリーズかけるかな、レイジも乗ってないし、黒く行くのか、それは。ちょっとタイミングが合わない。少し迷いましたかね。さあ、もう一回ホーミングチェックのバルーンを入れつつ、クロスの竹がね、シューターに入らないといいんですけど。さあ、ドラゴンパート開始していきます。さあ、エアスイーパーにはフリーズをかけつつ、レイジ。さあ、援軍に対しても強いのがドラゴンの特徴です。さあ、トームはしっかりここまで残しつつ、レイジタワーが出てきたところ、ここで一気のトームをかけていく。さあ、クロスボウからのタゲもシューター入ってないですね。クロスの方にもシューターの攻撃が入りつつ、中心部火力の高いところまでしっかり届いて、ちょっとフリーズは入っていないが、これはインビジブルもちょっと外してしまいましたかね。モノリスの方も残りつつ、タウンホールも残っていく。ここはキングを使っ
で、キングに当てて、スーパードラゴンだ。中身ではそうなるとタウンホールは落とせない。スーパードラゴンの方が、向かってくれそうではありますが、それは期待せずに、ロイヤルチャンピオンの方でタウンホールを取りに行きました。クロス固めつつ、スーパードラゴンとロイヤルチャンピオンで。呪文もなくなってはいたので、リスクは冒さずに確実にタウンホールを取りに行く選択をしましたね。伸ばそうと思えばロイヤルチャンピオンを別使いでやって、もう少し伸ばせる。その場合はスーパードラゴンで確実にタウンホールを落とさなきゃいけないんですけど。このままキングが、一応フェニックスがまだ残ってるので、その分少し伸びそうですが、食い火がね、このままぐるーっと上から回っていけば、クローク分がもう一個伸びてたポイントだったかな。プランニング的にはそういうところ。クローク残ってればワンチャンあったな。タウンホール残っててもワンチャンありそうな感じはありますかね。対戦相手2本目のアタック、51天才のエレクトロタイタン型。6時おでひからのスタートですね。真ん中に、51じゃないのか。じゃあ61か、これ。投石クロスのところ61点才して、中心部を削っていきました。おでひの方で迫撃砲のターゲット取ったのを見て、シューターセット。そのままシューターを迫撃砲に叩き込んでいくことで、このままイーグル砲の区画をシューターだけで落としていくと。ロケバル3体も使っていく。かなり多めに使ってったので、お釣りで大砲までいけないか。ピンポイントでなんかもう大砲にいきなり刺しても良さそうというか。なかなか大雑把なカットですね。ベビーカットも入れて、これによってユニット内側に通していきたいというところ。キングの方、サイドカット。このままタウンホールあたりも触れそうですね。ホーミングチェックのバルーンをつけつつ、アイゴレのフリーズがいいタイミングで入って、レイジー。こういう編成だとね、結構ジャンプが使われることが多いんですけど、このルートにしたことで、ここはジャンプなしでの呪文構成になってますね。トームで結構早めにトーム打ったなっていう印象なんですけど、フリーズの方をガンガン打っていく。打てないこのマルチ IT とかをどう見ていくのか。おでんの方はすごいところに突っ込んでいきまして、すぐ死にましたね。キングの方、フィストタウンホールも起動してるんで、綺麗にキングはタウンホールの方に向かってほしいんですが、なかなか入らないので、フリーズを一旦かけていきます。ようやくキングの方がタウンホールに気づきまして、触りに来ました。シューターがこれ、マルチの方まで燃焼ダメージが合わせて入っているので、結構強いぞ、これは。時間はかかりましたが、裏の施設の方を吹き飛ばすことに成功している。一発撃ってくれるとでかい、それ。さあ、撃っていく。中身はイエティとエレクトロタイタン。さあ、出てきた。キングの方もここはストライカー合わせていって。ロイヤルチャンピオンがね、まだ能力残してますね。さあ、これ、裏の防衛ユニットたちでこれ、タゲ取りつつ、ディギープラス、フロスティの衰弱ボムが合わさっていって、全回答。いやー、これ、3ヒーロー残しての展開。シューターがかなり爆発でしたね。さあ、ホッサン。トツウィズですね。ラバ通しつつ、かなり角度変えて、対空砲の前、何も。こういう時って、出してもいい気はするが、さあ、ここまで通していきつつ、かなり浅いところ、インビジブルかけて、2手目はかなり大きく。反射でクロスボウ折れた。もうここもかけていく。第1クロスまでこれは伸びていきつつ、反射でロイヤルチャンピオンにも半分ぐらいのダメージが入って、ロケバルも腐ってますね。このまま9時の方にクイーン引っ張りたいというところですね。どっちにしろバルーン出さなくてもクイーンで触れるでしょっていうところでわざわざ対空砲を降りに行かないような形ですね。
軽く処理もしつつ、下側に向けてヒーロー、キングたちを展開していくような流れになると思うんですが、対抗アーチャーター2タゲが一時的に入って、ウォールブレーカーからのキング展開、アイゴレ展開。内側でタゲが取れるといいんですけど、クローク自分で打ちましたね。思い切って早めに打っていくことで被弾は抑えつつ、フリーズとかではなくてね、クロークを、HP も結構削られたのもあって、展開していきました。ジャイロイちゃん。こういった単体施設しかないところに対しては、ジャイロイちゃん有効ですね。ウィザードで外周部分を削りつつ、クイーンを内側の方へ引っ張りたい。下からラバルやりたいというところで登場していきます。ラバタゲしつつ、モノリスのね、ターゲットが入っちゃってたので、ラバは一瞬で溶けつつ、中心部ここはイーグルマルチにフリーズかけて、追いラバストライカー、一気のトーム構成。ヘイスト打っての一気のトーム。ちょっとこれトルネードも巻き込まれてしまうので、トーム打ったんですが、バルーンは進むことができてません。投石区画まで一緒にヘイストかけつつ、エアスイフリーズ打ちましたね。そしてここ対1クロスクイーンのところ、レイジタワーも乗ってるんですが、一度フリーズをかけて、もう一度フリーズで、ロイヤルチャンピオンでしかクイーンが触れない状況になっているので、この状況、ロイちゃんの延命はめちゃくちゃ大事です。さあ、ひたすらにフリーズをかけ続けたことで、ロイヤルチャンピオンの方でクイーンを突破することができました。そしてロイちゃん能力がまだ残っているぶっ飛ばせい。さあ、ディギーはもういないので、ここぶっ飛ばしていって、どんどんどんと回収成功。さあ、キングにはやられてしまうでしょうが、もう残った防衛施設はないので、このまま全開と。ゴブリンもしっかり持ってきて、こういうね、回収系にはゴブリンマジで強いですからね、金庫。資源系に関してはね、DPS、クラクラ界ナンバーワンですからね。さあ、全開ガーサス。さあ、医療時の人なのかな、イブって書いてあるね。クエイク1枚型のエレクトロタイタン編成ってなると、タウンホール起動だけするのかな、それとも、ランチャーなんで、ちょっとウッドランチャーと合わせたクイックの使い方をしてくるのかな、どっちかなって感じですね。サイドカットが今のところ早めに入ってるので、おでひの方で投石を取っても9時インするしかないでしょうね。9時インじゃない、6時インするしかないのかな。強化弊社に切り替えてますね。クエイクはなんだ？ちょっと面白い使い方といい。2体出した。ベビドラ出したんです。ちょっと HP 見てなかった感じかな。さあ、ロイちゃんまでしっかり削っていって、エレクトロタイタン引っ張っての展開です。おでんなんだ、そのタゲ。角度変えて10日弊社を置きつつ、キングの方もこの辺使ってくるんじゃないかな。行った瞬間に出てきたね。さあ、ここはフリーズ浅めに、フリーズかけつつ、アイゴレもしっかり入っていきたい。援軍も出てきますね。トームをそろそろ考えるかな、こんなに散らばっちゃうと。もうそうですね。ここでトームをかけていきます。さあ、援軍アイゴレ。ここにクエイクジャンプで揺らしてきましたね。クエイクジャンプフリーズ。もともとそういう使い方を試みてたんですかね。なかなか面白い使い方だ。オールブレーカーもつけて、キングのための道は作りつつ、ただこれジャンプでしっかり進まないとやばいですよ。クエイクの役割は大工なのかな、大工に直させづらく、最初ね、初動だけだけど。これは狙ってた展開には一切なってない。外周ぐるぐる地獄の展開が作られそうなんですけど、こっちにレイジを打っていく。ロイヤルチャンピオンの方には残さずに、キングの方をかけていきました。キングエレクトロタイタン。さあ、ここにロイヤルチャンピオン合わせて出していく。かなり強気に展開してますね。さあ、ロイヤルチャンピオンでマルチの方を止めつつ、フリーズはね、ロイ、帰ってきちゃう。帰宅部が帰ってくる。はい。いいウィザード。ボムタワー削ってくれたことで、これ内側の方にロイちゃんブーメランが吹っ飛ぶぞ。さあ、タウンホール固めたんですけど、インビジブルタワーが、えぐい。
クロスボウがそこギリギリセーフゾーンになってた。このままタウンホールはなんとか落とすことができまして、ちょっと怖い展開ではあったんですけど、90% の星2と。少しヒヤヒヤする終盤ではあったんですが、90% はまあまあ十分な形かな。さあ、ベルナウ。バルーン28対ウォールブレーカー0ですね。その分、アイゴレが詰めているというような編成です。スニゴブ使っていってサイドカットやりつつ、ジャイアント。このジャイはスニゴブ2体ではなくジャイアントを使った理由は何なんだろう。もしかしたら他に使う予定だったけど、スニゴブのあれがないからとかな。この場合ちょっとプラン的にはユニットの数、どうなんでしょうね。さあ、アイゴレキングの方で、どうだろうね。今結構キングに入ってるように見えかけてたけど、アイゴレでしっかりタゲ取れてたんじゃないか。さあ、フィストを使って、キングライティの方のね、処理をキングに担当させるというようなプランニングですね。これは、フェニックスがついているので、キングの方で突破したいところなんですけど、ちょっと火力が足りないか、バルーンを追加していきます。できればね、キングのみで突破したかったんですが、やりたかったことっていうのは、バルーンを使ったことによってできています。ロイヤルチャンピオンをここ使っていって、逆サイドはバトルドリル。V の両サイドを上げていくイメージになりますね。さあ、インビジブル使ったんですけど、クローク、モノリスがやはり火力が高い。さあ、ドリルがハイチクロスに捕まる形になっているので、クイーンにも捕まりましたね。さあ、出てきたのはイエティなんですけど、クイーンの立ち位置が悪いので、これは突イエティみたいな使い方になってたんですが、さあ、マルチ IT は避けて入っていくような展開さ。神ディギー。いやー、それも外周部に引っ張られちゃうんだ。さあ、ポイズンタワー呪文ないときついですね、バルーンからすると。ヘイストもフリーズもないというところで、バルーンが少し苦しい展開。ここにイエティガレ維持で入ってれば、相手のクイーンによって外周部に流れてしまったところが、プランと違ったところでしょうか。このマルチが最終的に重くのしかかる。さあ、どんどん落とされて、おでんですね。そういえば、この、ペンキアートおでんですね。皆さん買いましたこれ。僕も速攻で買っちゃいました。さあ、対戦相手。これはトツウィズかな。ペンキアートいいよね。クラウスは別のやつ使ってるけど。さあ、ババからのバルーン。テスラチェックのバルーンかな今のは。さあ、ロケバル使って迫撃砲のところ、しっかりと大量のトラップを回避。うまい。レグイリオの罠出てきたんですけど、これロケバルを使ったことのメリットがめちゃめちゃ出てますね。さあ、レイジタワーの上にレイジを置いたことで分かりづらくなっていきつつ、インビジブルを使っていく。さあ、いいチェインが入った。大きいわ。まあまあまあ、十分でしょう。対策もしっかりされてましたね。通されないようにシンプルに空穴をたくさんあって、その上で通されてもいいように巨大爆弾と小爆弾が置かれてたんですけど、仕事はされてしまいましたね。このまま12時からの展開です。タウンラバルをしていくような流れになりそうですね。キングクイーンを12時の区画に入れていきたいんですけど、ちょっとキングが動いてしまったので、キングのルートが変わりそう。宝石のタゲは、キングで拾えるか。キングはただ内側に入ってきてくれた。バネもなかったので、アイゴレもしっかり
破裂せずに奥まで来て、ウォールブレーカー、いいウォールブレーカーになってしまった。これはいいルートができてしまいましたね。さあ、ロイヤルチャンピオンを使っていく。もういきなりロイちゃんが第1クロスに殴られ続ける展開なので、結構、被弾は重めなんですけど。さあ、ディギーが強い。インビジブル守る。ディギーが止めてくれてたからね、ちょっとインビジブルと被ってもったいないあれではありますが。さあ、ブーメラン使って対空放りつつ、ダブルスタート。さあ、ポイズンタワーのタゲ、ロイちゃんで拾えんのはめちゃくちゃ強いな、それ。さあ、フリーズ合わせていきつつ。クイーンがまだクローク持ってますね。そこのクロークはバカ強いな。さあ、マルチ IT までクイーン伸びますね、これ。さあ、マルチまでクイーン普通に触りつつ、ダウンホールのところでトーム。ロイヤルチャンピオンを一緒に巻き込んでのトームになってます。さあ、ラストヘイストからのフリーズ3連発が打てる模様。対空砲がね、ラバタゲ取ってるので、破裂するね、破裂を待つのでフリーズ打つ必要ないんですが、裏の防衛施設たちにもすでにかけている。いやー、強いな。これは初手のロケバルチェックがね、勝負分けた感じかな。うまい。普通になんか、まあ当たり前だけどね、バルーン突なんかやったら一瞬で破裂するような、そういうあれだったので、まあ対空砲も角度があって、投げれない部分でね、うまいことでロケバル刺してきましたね。さあ、これによって対戦相手に4分の3000回を食らってる状況。きついですね。3000回をもうすでに食らっております。BO2 なんですよね。最初にも言った通り。この2試合、1戦目の対戦の成績をね、2試合目も引き継いで合計での対戦になるので、まあ、1戦目何%星いくつかっていうのはね、本当に重要になってくるところさ、こちらも、トッツウィズじゃなくてトッツアチなんですけど、ロケバルを使った形、さ、ウォールブレーカーが一瞬入ってたんで、怖いタイミングではありましたが、スーパーアーチャーしっかり増えていきつつ、イーグルマルチだったり、クロスボウと、ちょっと広がってしまったか。さあ、インビジブルもう一回かけていって、対地クロスだったり、もう一回かけるか、これは。かけないで捨てていく。最近カズマくん、いろんなのやってますね。バーチャ系の攻めもが見えつつ、まあ、クイラバだけじゃなくていろんな戦術をやってるなって印象ですが、そうね、ここのガゴめちゃくちゃ強い。ポイズンリザード採用によって相手の援軍処理をかなり、エレクトロタイタンだけじゃなくてね、より強く展開できるところ。キングに捕まりますが、ここはストライカー。おいでストライカーがここクイーンにも突き刺さって一瞬の処理。対空砲の方もエレクトロタイタンで取りつつ、いい展開にはなってますかね。ただこれね、呪文がもうインビジブル1枚しかないんでね、そこが気になりますね。早めのトーム。レイジがないのもあれなんですよね。タウンホールのところ。超えた先にね、投石とかも残ってるので、ロイヤルチャンピオン1本で掘るにはどうなのっていうレベルなので、さあ、この第1クロスへの穴開け。しっかり外周部にもう一回移動してほしいところ。さあ、キングも一緒に動きつつ。この辺早めに降りに来てるので、ロイちゃん刺したいイメージですかね。来ましたね。さあ、ロイちゃん対決になりつつ、ブーメラン打っちゃうか、インビジブルから入る。ディギーも守りたいので少し浅めに入って、ロッケバル。ロッケバルの方で投石のタゲ取るうまい。クイーンの方でタウンホールまで突破して、クロークでマルチまで行きたかったけど、クランジョの方に吸い寄せられていく。さあ、ロイヤルチャンピオンは投石突破したんですけど、下のマルチと対地クロスとかが少し重いですね。さあ、これは最後までは伸びない。まあ、スパーチャ系でね、タウンホールじゃない逆サイドを削るみたいなのがね、カズマくん最近やってますが。さあ、3000回食らってしまってる状況。こっちの全開が1本しかないので、現状2点差でラストアタックですね。まあ、少しでも差を縮めていきたいところ。
防衛したいですね。6-1天才なんですけど、早くもここで、レイジを咲かされている。なんでもないところでレイジを咲いている。これはかなりもったいないですね。シンプルに火力の部分計算入れてなかったのか、もともとここでレイジを使う強気のプランニングだったのかどっちかわかんないですが、なんかするならね、ジャイアントで竹取ってワンクッションとか、シンプルにバルーンとか追加して周りの防衛節削って HP、DPS 下げていくみたいなとかね、いろんなやり方あったと思いますが、ただでさえね、天才で呪文使ってるのに、その呪文枠で解決するというのはちょっと苦しいプランニングな気もしないではありませんが、ウィズとイエティカットしようとしてたんですが、少し残っていく状況。本体スタートしていきました。ストライカーを追加で出していって、クイーン、ロイヤルチャンピオン、そして、キング。早くもトームを放っている。ヒーラーがウォーデンからなかなか離れず本体につかなかったですね。ジャンプを1枚かなり浅めに置いて、これはウォールブレーカーでの、ターンホリランチャーか。結構やばそう。やばいんじゃね？フィストがあるので、穴開けしていきましたが、クイーンはこれ黒く出る。これあるな。これロイヤルチャンピオン。キング大事だな。キング大事だな、これ。HP はマジで低いところまで落ちてるんですけど。ヒーラーたちがすごいところに飛んでってまして、ようやく戻ってきかけましたが。フィスト使いましたね。いや、無理じゃん、さすがに。穴開けの手段がないですね、これは。タウンホールを打つ手段がない。このままクイーンは一旦ここで落ちて、フィストを使い終わった後のキング。これは、めちゃくちゃ大きい星1ですね。星1防衛、最終アタック。ここは無難に星2を取られるだけでめちゃくちゃきつい展開になってたんですけど、攻めた結果、星1終了。これは大きい。これによってナビからするとかなり助かりましたね。ラストアタック、クラウス。突ビズかな？ラバ突しつつ、少し時間を置いてますね。対空砲カットまで。このタイミングで突撃艦を投げていきます。バルーンが少しでも奥に向かうところというところ。マルチ IT 第1クロスおでん像というところ。まずはタウンホールかからないようなチェーンから入っていって、次にタウンホールかかるようなチェーンをかけていく。うめえな。いやー、しかもかなりスピーディーに、早くもね、9時にヒーローを展開していることによって、時間もスムーズに進めることができる。うまいね。キングを使って、竹取り。この辺はもううまいですね。ターナー系。いやー、うまいなー。今んとこもうミスのない完璧なプレー。もう一回ウォールブレーカー使ってマルチ IT まで。ロイヤルチャンピオン生きてる段階でもラバルも同時並行で進めていくような状況。キングが強いぞ、これは。フリーズもかけつつ、ただ3ヒーローにポイズンタワーでかなり攻撃力が落とされてしまっている。インビジブル。もう早くもトームを使いつつ、レイジターンになったところ、ストライカーの方が、これはいないですね。ロイちゃん対決、ここはフリーズを使ってロイヤルチャンピオンでの勝利を試みる。ユニコーンがついてくれたおかげで、なんとか惜しい。惜しいけど、これはオウルの方で処理ができそうですね。少し中心部にバルーンが入らないか？ここから大量のバルーンが寄ってきて、フリーズがまだ1枚。ここはトルネード。
対空砲がちょっと強い。上の対空砲。さあ、ここで突破ができそうだ。さあ、モノリスの方もここで降りつつ、ジュモンターも突破。おでんは生き残ってほしい。おでーんやばいか。さあ、バルーン、ウィズトートテスラというシンプルに対空防衛施設。バルーンの HP が、いやー、こういう時にウィズトーが強い。惜しいなー。あ、ワンチャンベビドラ無双があるのか。こうなるとむしろガーゴイルは死んだ方が DPS が上がってベビドラ怒っていきますが、その前に金庫、そしてキングにも釣られそうですね、これは。硬い。はい、というわけで終わりまして、11対12敗北と、痛いですね。とはいえ、なんとかね、欲しい地点の防衛があったので、被害は1点差に済んだというところ。2戦目はこの11対12というのを引き継いでからの形になるので、1点差約 3% っていうところを負けてる状況で始めるっていうのが分かりやすいかな。なので基本的には1点差プラスアルファか2点差ぐらいで次の試合をね、勝てればいいなっていうそういう展開になりますね。勝つことができると決勝戦進出という形になります。はい。2戦目1点差ぐらいなら許容範囲でしょう。全然いけるでしょうと、本人たちも思ってると思うので、次でね、完全決着になりますので、次もご覧ください。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いします。また次の視聴さら。